今日はですね、炊き込みご飯を作っていこうと思います。絶対に失敗しない、炊き込みご飯のコツですね、を交えながら、やっていきたいと思いますので、皆さんよく見ておいてください。まずね、お釜にお米を入れます。よいしょ。お米を入れます。今日は3合にしましょう。すり切り3合。よいしょ。3合です。お米を買うときにですね、良いお米っていうのは、こう粒、あんまり欠けてるお米とか、見えるかな？が来た。こう、いいお米っていうのはですね、欠けてるお米とか白いお米っていうのが少ないです。これ比較的いいお米なので少ないですね。粒の大きさっていうのはわりかし、米によって品種によって違うんで粒の大きさは何とも言えないんですけど、安いお米をとか良くないお米買うと、こう欠けてるお米とかね、白くなってちょっと悪くなったお米が多いんで、そういうのはないお米が美味しいお米だと思います。よいしょ。米これ研いでいきます。お米研ぐときは一発目の研ぎ汁を素早く捨てるのがポイントですね。1回目すぐ捨てましょう。1回目のはなんか汚れとかがね多いんですぐ捨てた方がいいです。でこれもう1回だいたい洗いますね。もう1回洗ってこの状態で研ぎます。今ね、精米の技術が割としっかりしてるんで、そんなにしっかりこういう風にこう揉んで研いだりね、こすったりとかそこまでしなくていいと思います。こんな感じでだいたい50回から100回ぐらいかき混ぜたら僕の場合は終わりです。よいしょ。で、まあだいたい濁りが取れるまで洗いますね。でこれ最初に真水でお米研いでいただいて、このまま水でしばらくあとつけます。お米を浸水させるためですね。後で水加減調整するので適当でいいです。お米が浸かればいいです。できればこの状態で30分ぐらい置きたいですね。よいしょ。で今日はですね、これ入れる具材は何でもいいんですけど、しめじ、油揚げ、人参、あと鶏肉ですね。具材は何でもいいです。お好みで入れましょう。で、いろんな何を使ってもですね、美味しくできる作り方を教えていきますので、そしたらね、まずね、炊き込みご飯作る前にですね、ちょっと炊き込みご飯の失敗の原因っていうのを先に、お話したいと思うんですけど、これ炊き込みご飯ねやると必ず失敗する人いるんですけど、僕も昔よく失敗してたんで、ただ原因を突き止めればねもう失敗することがないんで、これ必ずよく聞いてください。炊き込みご飯の失敗ってね、大体、皆さん経験するのってこう出来上がりがですね、お米に芯が残って周りがべちょっとなるっていう失敗がほとんどです。中に芯があるのに、周りはベトベトしてる、こう水気が多い状態ですね。これなんで起こるかっていうのを考えたいんですけど、まずですね、これ水分量の問題じゃありません。白いお米を例えば炊いた場合に、多少ですね、水加減がやっぱ3合例えば炊いたとして2合半ぐらいから3合半ぐらいまでの間で炊いたとしても、お米ってそんなにべちょべちょしないし芯も残らないんですよ。なんでこれ芯が残って周りがべちょべちょするっていうのは
炊き込みご飯特有の失敗です。なんで、これは水加減じゃないので、まずそこを理解してください。で、何が原因かというとですね、多くの場合、一つ、二つ原因があるんですけど、一つ目ですね、炊き込みご飯の、汁ですね、調味料が入った状態でお米を浸水させてしまうことです。これ結構多いミスだと思います。水をですね、味がついた、塩気がついた状態でお米を浸してしまうと、お米のですね、浸透圧って言ってお料理とお水の関係ってすごい大事なんですけど、お米の中の水分が、調味料によって外に逃げてしまいます。例えば漬物とかできゅうりとかからじゃあお水が出るのと似たような現象ですね。周りの味が濃いんで、お米の中の水分が外に出ちゃいます。調味料に引っ張られて。そうすると、お米の中の水分が抜けてしまうんで、結果的に新米で炊けちゃうんですね。それが一個まず原因と、あともう一個はですね、炊き込みご飯、電気の早切れっていうのがあります。電気釜でもガス釜でもそうなんですけども、どうやって温度を設定してるかというとですね、釜がですね、100度になるか、100度以下か100度以上かっていうので、検知してるらしいです。僕もちょっと詳しいことはわかんないんですけど、結局水が入ってる状態であれば100度より上にはいかないわけですね。で、これ水が干上がると100度より温度が高くなるんで、そこでセンサーがパチッと切れるようになってるらしいんですけど、例えばお米を、炊き込みご飯やるときに多く入れすぎちゃうとか、あとは、油系ですね、ちょっと炊き込みのピラフとかやりたくて油をたくさん入れちゃったりすると、その温度がちょっと異常を起こして、早く切れちゃうっていう時があります。そうすると、結果的にまだ炊けないうちに電源が切れちゃうんで、これも芯が残って周りがべちょっとするっていうような、半生の状態になってしまいますね。でこれを解消するには、今、多くの炊飯器、家庭用の炊飯器であれば炊き込みご飯のモードっていうのがあると思うんで、それを利用していただくと、僕の場合は今のところ失敗がないんで、炊き込みモードで炊くと、その失敗解消できるかなと思います。ちょっと長くなりましたけど、この失敗2点だけ、押さえておけば、基本的に炊き込みご飯は失敗しません。で、その2点を踏まえた上で失敗しにくい炊き込みご飯の作り方をお教えします。これができればですね、今回の具材じゃなくても、いろんな味付けでいろんな具材で応用が効くんで、レシピなしで作れる炊き込みご飯ですね、失敗しない炊き込みご飯のコツを教えていきたいと思いますので、最後までよく見てください。はい、それではね、入れる具材を切っていきたいと思います。3合ですね。お米3合なんで、こんなにいらないかな。鶏肉半分ぐらいしましょうか、これ1枚の。よいしょ。ですね。皮は、残してもいいんですけど、今回は取りましょうか。よいしょ。そしたら一口サイズというか、ちっちゃめですね。ご飯になじませたいんで。結構細かめに切ります。よいしょ。ちっちゃく切りました。よいしょ。ですね。よいしょ。はい。よいしょ。入れる具は何でもいいですよ。油揚げとか。ちょっとね、油っ気があると美味しくなるんですよ。よいしょ、2枚。油揚げもお米と馴染むように細かく切ります。ここが入ってます。ここが来るかな。僕が忘れちゃいました。よいしょ。油揚げも細かく切ります。よいしょ。人参ですね。
人参です。このぐらいにしましょう。よいしょ、皮を剥きます。ちょっと熱くなっちゃったな。よいしょ。はい、皮剥きました。ただ、薄めに切っていきましょう。人参ね、あんまり細かくしすぎちゃうと崩れちゃうんで。よいしょ。よいしょ。おお、飛んじゃった。こんな感じでいいかな。よいしょ。しめじですね。切れてるやつです。全部入れちゃいましょう。よいしょ。でですね、ここからがポイントです。で、これ、具を全部切って用意しました。よいしょ。はい。で、とりあえず、は使わないので、冷蔵庫に戻しましょうか。今日和風の味付けするんですけれども、味付けをする際にですね、お米のこちらに入れるんではなくて具に、味付けをするようにしてください。なんでそうするのがいいのかというとですね、よいしょ。では具に味付けしていきたいと思います。まず白だしですね。僕の大好きな白だしです。じゅじゅじゅん、適当。だいたいそうですね。いちごあたり大さじ1杯ぐらいですかね。だいたいでいいです。こんな後からね、もし味足りなかったら足せばいいです。で、お酒なんか全体に馴染むくらいで、よいしょっと。お酒で、お醤油ですね。お醤油をちょっと色がつくぐらいで1周2周、よいしょ。こんな感じで OK です。で、ちょっと全体になじませてあげてください。よいしょ。で、このままですね、しばらく置きます。ちょっと、ご飯ももうちょっと吸水させたいんで、15分ぐらい置きましょう。ここから15分、20分ぐらいですね。で、15分後にお会いしましょう。はい、15分経ちました。よいしょ。そしたらね、ご飯炊いていきたいと思います。さあね、ここからがポイントです。まずですね、お米のお水ちょっと減らします。今3合炊くんですけど、とりあえず1回、なるべく減らしてください。でですね、今2合ぐらいのお水になりました。で、結局、何もない状態でですね、3合のお水にすればいいわけです。で、今これで、先ほど置きましたけど、こうやって汁が出てきますね。で、これを、入れちゃってください。ご飯の中に。ぎゅっと絞る必要はないですけど、軽く押さえる程度で。よいしょ。具は入れないでください。で、こうすると何がいいかっていうと、このお野菜とかがさっき、お米で浸透圧言ったんですけど、それと同じ、こういう風にやるとですね、先ほどお米でこう浸透圧で、お水がお外に出ちゃいますよって言いましたけど、
今度野菜、それを逆にとってですね、野菜からお水を出してしまいます。そうすると、炊ける時の、水加減のブレが少なくなります。ここでまずもうあらかじめ野菜からお水を外に出しちゃうわけですね。で、調味料を、残った調味料を入れてあげれば、水分の量が確定します。で、この水分を入れた状態で、よいしょ。今度、ここに、今日は3合で炊くんで、3合のお水を慎重に入れていきます。3合ですね。よいしょ。3の目盛りまで入れていきます。これ普通の炊飯器の3合の目盛りでいいと思います。で、やってみてね、好みで、まずは普通の水加減でやっていただいて、もし硬かったらね、ちょっと今度からもう少し柔らかくしていただいて、水加減多めにしていただいて、柔らかかったら硬くしていただければいいと思います。で、この先ほどの調味料の、沈んできた調味料と、水を合わせて3合の目盛りにしました。で、この3合の水加減を作ってから、今度初めて具を入れます。で、具はかき混ぜないでください。上に乗っけるだけです。ただ平らにしてください。よいしょ。OK ですね。これで完成ですね。これであと炊くだけです。よいしょ。わかりましたか？で、この手順であれば、大きな失敗ないですね。他の、多少味が薄い濃いぐらいはありますけど、炊き上がりがどうにかなっちゃうってことはまずないです。なんで、今やった手順でやれば、どんな炊き込みご飯でもできますね。で、目分量で作れます。よいしょ。そしたら、炊飯器に入れて炊きます。このまま絶対長い時間置かないようにしてください。この味のついた状態で置いとくと、お米がさっき言ったように水が出て芯になっちゃうんで、もうこの状態からすぐ炊いてください。で、メニューで、炊き込みモードで炊きます。これでもう炊き上がりまで待つだけですね。炊き込みモードがない方は、普通の炊飯か、もしくは早炊きのモード、すぐにつけ置きの時間なしで炊けるモードで炊いちゃっていいかと思います。じゃあ炊けるまで待ちましょう。よいしょ。ご飯が炊けました。さあ、ご飯炊けました。よいしょ。開けてみましょう。じゃん。美味しそうですね。ご飯4つに切って、よいしょ。混ぜてあげてください。よいしょ。ツヤ感も。炊き込みご飯ね、炊きたてももちろん美味しいんですけど、若干ね、ちょっとね、ちょっと置いた方が味が落ち着きます。いろんなね、アレンジをしてみてください。ブログにもね、アレンジですとか、味付けの方法とか載ってるんで、興味ある方はぜひ見てください。チャンネル登録もお願いします。